綾野西阿波。私のうん超おすすめ、あ、ブロードウェイで活躍されているブロードウェイ。アジア系女優さんアジア系女優。4選4選。ドドーンあーイエーイじゃあ3番目、この辺りからですね、うんだいぶマニアックになってきます、うんはいなるほど、3人目の方はですね、ビジュアルにも注目、ビジュアル。アンドレア・マカセットさん、うんはい、この方30歳です。まだまだお若いですね。で、この方もフィリピン系の方でカナダ人の方です、はい。で、フィリピン系っていう話でもう一つ言いたいのが、さっきのエヴァさんもフィリピン系の方、冒頭にお話ししたリア・サロンガさんもフィリピン系の方、正直フィリピン系の方めっちゃ多いんですよ。アジア系で活躍してる中でも。これなんでかっていう話なんですけど、一応やっぱり理由があるらしくって、フィリピンってタガログ語っていうのが言語なんですけど、その歌に向いてる言語らしくって、というのと、あとは国民性とかもあったりして、そのフィリピンの人は結構歌うまいっていうのは結構海外では言われてることで、なんかあれやね、日本でいうところの東北が民謡がほら盛んでしょ。だから民謡ベースに歌を歌うから東北の方は歌がうまいなんて言われるね。はいはいはい、多分そういう地域性とかね、なんかあるみたいで、そうなんですよ。アンドリア・マカセットさんで、この方ですね、正直、ブロードウェイでは1回しかまだキャリアがなくって、でその1個を今から見るんですけれども、彼女がソロで歌ってる映像ではなく、ちょっと集合で歌ってる中で時々彼女がソロで出てくるんで、なかなかちょっとね魅力伝わりづらいかもしれませんけど、ちょっと歌以外の魅力についても触れたいので、そのね、私のおすすめの映像を見ていただきたいと思います。ブロードウェイね。この曲大好きなんですよ。いきますよ。いきなりね、左から2番目の方です。緑のね衣装を着てはる方かな。ここで一回決めます。もうめっちゃ元気でしょ。あ、この人が今言ったの？あ、そうそうそう。もう一回聞きましょうか。もう一回聞きますね。3人ねそれぞれ言うんですけど、ディボースとビヘイディドダイドって言うんだけど、そのビヘイディドの言い方ね注目してください。わかりました。なるほど。元気でしょ。ビヘイディド。何回もやりたくなる。そこまでね。そんな風には言ってないね。いやもうね、真似したくなるんですよね、この元気さ。はい、じゃあ後半の3人いきますね。はい、この次ソロです。はい、ここで一回止めますね。いやー、遜色ないね。いや、そうなんですよ。背格好で言えばやっぱりね、ダントツちっちゃいでしょ。ね、この方ね、アンドレアさんね、真ん中のこのグリーンですよね。はい。で、これ内訳が本当に肌の色でごめんなさい、判断するんですけど、黒人の方3人いますよね。で、多分白人が2人いますよね。で、アジア人がこのアンドレアさんお一人なんですけれども、さっきも言いましたように、どうしても声量で劣りがちなアジア人なんですけど、この方の声全然負けてないっていうか、でその彼女の響き方また他の方と違ってて、本当にカツンといくみたいな、飛距離のある球投げるみたいな、野球とかテニスで言うとちゃんと芯に当てて飛ばすみたいな言うてる意味分かります？いや、全員声量お化けなんですよ。いや、だからほんまによりすぐってるんですよ。すごいね。いや、でこの中に入ってるっていう時点ですごいんですよ。他の5人もめちゃめちゃすごいんですよ。はい。でね、さっきちょっと通り過ぎちゃったんですけど、もう一個のね、魅力の話なんですけど、
ここ見切れてるでしょこの見切れてる彼女がね私ね最高に可愛いなと思うんですよ。とってもアジア的なんですよね。そうね。顔立ちが、でとってもね元気な感じ、声とこのビジュアルっていうか彼女の笑顔とか、こうなんていうのかな、その舞台上での振る舞いっていうのが、とっても明るくって元気があって、なんかね見てるだけで、こうなんか楽しい気分にさせてくれるような、なんかその不思議な魅力があるなっていうふうに思ってて、こっからねこの後最後のソロです。いやめちゃめちゃうまいけどね、他の人もね。You won't try that again. I'm that Berlin girl and I'm up next. See, I broke England from the church. Yeah, I'm that sexy. Why did I lose my head? Well, my sleeves may be green, but my lipstick's red. こんな感じでね。I'm that Berlin girl and I'm up. さあ本当にもう。いやだから、そんな風に歌わないと真似できないぐらい、なんかもうこの辺ぐらいからもうポワーン出てるみたいな、もうレーザービームみたいに出てるみたいな、これはすごいなって思うんですよ。でね、このビジュアルの話をすると、この役の方って別にこのアンドレアさんに限らず、どこの国の方がされてもこの両方ここお団子なんです。お団子ヘアなんです。けど私今まで見た中でこの方ほどこのヘアスタイルっていうかお団子似合う人いないなって思ってて、やっぱりアジア系の方にこのツインお団子さしたらそれはね勝てる人いないですよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。彼女の体型についてちょっとね、こうやって見たらわかるけれども、まあまあ肉付きというか、結構ぽっちゃりしてる。そうですね。ですよ。けれども全然私これキュートだなと思うし、で全体的にこのキャストの方細めの方が多いけれども、別になんか彼女が特別太ってるっていうかね、っていうふうに思わないっていうのか、彼女のその顔とかその表情とかすごく可愛らしい。でも体はちょっとぽっちゃりしてる。これって多分日本的な感知感でいくと、太ってるって言われちゃう多分レベルだと思うんですけれども、ブロードウェイだったら大きくっても全然センターで歌わせてもらえるんですよ。本当に日本のミュージカル出てる女優さんたちって、皆さん本当綺麗なんですけれども、痩せてる人ばっかりやなっていうのがこう印象としてあって、もうちょっとやっぱりいろんな人がいてもいいんじゃないかなっていうのは私の中でありまして、もっとこう見た目のところでいろんな人いるよねって、でもみんな素敵よね、美しいよね、可愛いよねっていう風にこうなったらいいのになっていう風に思うんですけれどもね。で私この間たまたま韓国版のこの6のキャストの歌ってる映像見つけて見てみたんですよ。そしたらこの6人中2人がふくよかな女性だったんですよ。でもそれはもうこのアンドレアさん以上のふくよかさだったんですよ。でも踊れるしね、で可愛らしかったし、っていうんで、やっぱり韓国でも同じアジアだけど、いろんなそのタイプの方をこう舞台に上げてるんですよ。やっぱりね痩せてることがイコール美ではないと私は思うんで、やっぱりねこういうねキュートさもあるから、ちっちゃくってちょっとぽちゃっとしてて、でもすごく笑顔が可愛らしくってみたいなね、そういう方がねもっとこう出てきてもいいんじゃないかな、なんていうふうに思いますっていう話です。はい、そして4人目の方のねご紹介です。この方は大注目ですよ。なぜならこの方唯一の日本人です。日本人ハーフ。日本人ハーフ。はい。この方はお父さんが日本人、ザ・苦労人アリサ・フォックスさんという方をご紹介したいと思います。この方現在37歳です。はい。でこの方どんな役をされてるかと言いますと、ブロードウェイ版ウィキッド。ウィキッドね。今まさに西お勉強中のウィキッド。来週見に行くんですよね。そうなんです。20周年記念キャストのエルファバをしました。で現在はアメリカのナショナルツアー中、全国ツアー中のアナと雪の女王でエルサ役をしておられます。はい。でしのごの言わずにですね、まずは映像を、この方に関してはねちょっと2本見ていただきたいんで、ちょっと抜粋になるかもしれませんけれども、まずはですね「For Good」っていう
、うん最後グリンダとうん2人で歌うデュエットのすごいいい曲あるじゃないですか、うんあれを歌ってるシーンを、流したいんですけれども、あなるほどね特にグリンダの方とうんこのアリッサさんね、エルファバ役の比較というところでまず注目していただきたいと思います。うんはい。もうなんかやっぱ日本人っぽいよね。あこ左の方ねそう、左の方がアリッサさんです、うんグリーンの方がね。うんもうハーフだけど、うんなんとなく顔立ちとか髪の感じが日本っぽいなってね、思います。まずはグリーンだから歌いますね、この曲は。I've heard it said that people come into our lives for a reason, bringing something we must learn, and we are led to those who help us most to grow if we let them, and we help them in ちょっと一回止 return. めます。はいこうんの20周年グリーンダの方、うんめっちゃすごいと思いません？うん多分この方持ってるパワーが10だとしたら、多分1か2ぐらいのあそういうことねパワーで歌ってると思うんですよ。うんすっごく軽く、うん歌い出しっていうこともあるけれども、そろっと歌ってるんだけど、語りやねそうそう、めちゃめちゃマイクに声乗ってると思うんですよ。うんしっかり聞こえるんですよ。うんだから多分この方はもう半端ない声量お化けだなっていうふうに思うんです。うんだからやっぱ20周年ということで気合入ったキャストなんですね。うんうんこのエルファバ役も、うんじゃあその気合が入ったキャストとして選ばれてるっていうことで、うんまあちょっと続きね聞いていきたいと思います。 Because I knew you, I have been changed for good. でまあ次エルファバですね。 It well may be that we will never meet again in this lifetime. So let me say before we ちょ part. っと一回止めますね。うんわかりました、声量。まずこのグリンダの方が歌って、うんまあ2番っていうことで同じフレーズ歌うんですよね、うんエルファバがね。うんで、まあ、2番だからちょっと発展してるんで、うんまあ多少ボリュームが上がるのは分かりますが、うんただ多分この方は、うんグリンダの方の10に対して1、2ぐらいしか出してないとしたら、うんこの方多分もう4、5ぐらいまで出してるんじゃないかなっていう印象を持つぐらいしっかりめに歌ってるんですよ。でもそれでちょうど2人の声のバランス、うん声量という意味でのがやっとこれで合うんかなっていうんで、やっぱり体格差っていうかね、を感じざるを得ないんですよ。 Like a ship blown from its mooring by a wind off the sea. Like a seed dropped by a sky bird. やっぱしっかり面出してる。 Distant word. Who can say if I've been changed for the better? But because I knew you, でこの後合わさりますね。 I こ have れより分かるんですよ、2人の声量の差がね。 And just to clear the air, I ask forgiveness for the things I've done. You blame me for. But then I guess we know there's blame to めちゃめちゃ share. 声量ある。 And none of it seems to matter anymore. Like a comet pulled from Mars as it passes us Wind off the like a sea. stream that meets a Like a seed boulder. dropped by a boy in the wood. Who can say if I've been changed for the better? I do believe I have been changed for the better. ちょっと止めますね。まあ、ちょっとマイクと口の距離もうん関係してると思うけど、うんあれ高音部分を歌うのがエルファバですね、うんうんうんで低音がグリーンダなんだけど、やっぱ低音の方がよく聞こえるんですよ。あーこの人は声芯がすごく強い。いや、ねそう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 、あるよね特にこのグリーンダの方はっていうことだと思うんですけど、うんめちゃめちゃパワー強いんですよ、うんもう例えるならスーパーサイヤ人やなって思うんですよ、うんで彼女は言ったら、うんうん地球人、まあ、クリリンぐらいな感じのレベルで、いや地球人では最強なんだけど、でもやっぱりサイヤ人にはかなわないみたいな、右の方を褒めてるのどっちを褒いやいやいやめてるの？褒めてるんですよ。要すこるにの人は左の方があれでしょ、あなたいや私が注目してるっていうね注目してるのは左の方なんですよ。うんだからなぜうん
この方が選ばれたのかっていうのがやっぱりポイントになってくるんで、なんでこれを見せたかっていうのはどうしても声量的に劣りがち、だからその差を埋めるほどの何かが彼女にはあるから、だから20周年の記念のエルファバに選ばれてるんですよね。なるほど。声量ではちょっと劣るよと。あ、そう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 、なんだけれども補ってあまりある何かがあるんですよ。技術まあ力。そうそう、技術力なんですけどね、そうそう、どんな技術かっていうことを、まあ、続きのね曲でご紹介していきたいと思うんで、まあ、この曲はこれで終えます。でね、ここで一旦彼女のなぜ苦労人かっていう話がしたいんです。ザ苦労人って言いましたけど、この方2010年に初めてサンフランシスコ公演のウィキッドで、まあ、エルファバ役のアンダースタディっていういわゆる代役に選ばれてるんですよ。でその後ナショナルツアー出たりとか、ブロードウェイ版で今度代役を務めたりとかっていうんで、2010年から言ったら2023年に、記念エルファバしてるわけだから、足掛けほぼ13年間エルファバやり続けてるんですよ。あ、そう。この人の言うたら今までのキャリアは、ほぼエルファバと共にあったみたいな。でもなかなかそのブロードウェイでもスタンバイね、代役はずっとやってきてたけど、自分がメインにはなれなかった。でやっと満を持して、20周年記念でエルファバになれたし、でそれがしかもアジア系のアメリカ人で初めてエルファバ役をやった人っていうことで一つ話題にもなったんです。だからまあ日本のあれ映画でいうと寅さんみたいなもんね。渥美清さんがねずっとね、そういうことで、はい、そればっかりや、いやほんまにそうですよ。だから他の役、まあ途中でアナ雪がちょっと入ってきたみたいなんですけれども、ほとんどエルファバばっかりやってきたキャリアです。20代の前半からねキャリアがあるんだけど、やっと36歳かな、35歳6歳にして初めてメインとしてエルファバでブロードウェイの舞台に立てたっていうことなんですよね。だから下積み時代が長い、めちゃめちゃ長い。だからもう死ぬほど歌ってるんですよっていうので、もう一曲聴いていただきたいのは「The Wizard and I」ですね。序盤にエルファバが一人で歌う「魔法使いと私」をね見たいと思います。Did that really just happen? Have I actually understood this weird quirk I've tried to suppress or hide? Is a talent that could help me meet the wizard if I make good. めちゃめちゃ言葉丁寧に歌ってる。でね、なんちゅうの語りでね、プツプツプツと切っていってね、で伸ばすところは伸ばす、しっかりとね、っていう感じのこのメリハリがついとるよね。あ、そうです。導入部としてはすごく理想的なんじゃないですか。そうだと思います。で、とっても単語を丁寧に丁寧に、で特にここは際立たせたいっていうのは最後のシーン、クッとかツッとかいうところもはっきり言うっていうのが私のイメージするエルファバ像に近いんですよ。一応ウィキッドという作品においては、エルファバって実は悪い子じゃなかったよねっていうお話ではあるんだけれども、でも一応西の悪い魔女として名を馳せるわけですよ。っていうことはやっぱりちょっとその悪役感というか、魔女感っていうのがやっぱその女優さんからにじみ出てほしいな。ちょっと悪の強さがあったりね。あ、そうです。完璧にヴィランじゃないけど、ヴィランっぽさみたいなのがやっぱその歌い方とか所作に現れてほしいなっていうのが私の求めるエルファバ像なんですけど、彼女の歌い方ってすごくエルファバっぽいなって思いますっていう話です。はい。表情が豊かやね。この方の歌い方ってね、すごくね。これさ、私も2年前ですかね、歌ったから西よくこの曲知ってると思うんですけど、パッと聴いた感じで初めて聴いた時ってちょっとつかみどころのない曲やなって思いませんでした？そうですよね。ちょっとコロコロテーマが変わっていく曲なんですよ。でそれをお客さんを置いてけぼりにせずに、ちゃんとこの序盤のエルファバの高揚する気持ちっていうのをうまく伝えていかないといけないんだけれども、とってもうまいなと思う。とにかくこの方は演技力
説得力そこに尽きるんですよ。そうですね。さすがもう何十年もうんエルファバに向き合ってないそうね。と思うっていう。やっぱ捉え方が普通の人とは違うよな。違うと思いますね。年季が入ってるからね。年季が入ってる。もう噛んで噛み倒してるからね。いや本当にそうなんですよ。そうであともう一個ちょっと気がついたかどうかわかんないんですけど、うん彼女結構ね鼻呼吸してる。まあテンポがねどうしても速いから全部鼻呼吸は無理なんだけれども、例えば歌い出しのところとかってして歌ってるんですよ。で他の映像とか見るとすごく分かりやすいんだけど、で私この方の歌い方見た時に、鼻呼吸大事やって言われたんで、自分声楽の先生に言われたのを思い出して、鼻呼吸意識するようになりました。最初は口で呼吸する息継ぎみたいにやってますわ。いやそうなんですね。鼻呼吸ってだからそのマイクに乗りにくいっていう、だから歌の邪魔をしないっていう利点もあるけれども、歌ってる人間からしたら一回ちょっとね落ち着くっていう効果があるなっていうふうに、深呼吸しましょうとか言うもんね。そうなんですよ。なるほど。鼻呼吸っていうのはやっぱええもんやなというふうに、この方に教えていただいたという感じです。はい。Once I'm with the wizard, my whole life will change. 'Cause once you're with the wizard, no one thinks you're strange. No father is not proud of you. ここねとかなんていうか、No father is not proud of you なんかねすごく一個一個の単語をね、とっても丁寧にしてるんだけど、これって結構諸刃の剣だなって思ってて、歌う人によってはっていう話ですよ。ね、乗ったらした感じに聞こえるね。そうだから「When I meet the wizard」って言って一個ずつ丁寧に歌っちゃうと、これを例えば日本語に直すと「魔法の陛下に」って言ってるような感じじゃない。でもこれってちょっと危険っていうかダサく聞こえるっていうか、まあ棒歌いっていうのがまさにそれでね。そうなんかその言葉を際立たせることに集中しすぎて、全然その曲のね感じというか、感情とかが伝わりにくくて一本上司に逆になってしまう。それはね本末転倒ですわな。そうなんですよ。けどこの方はそこやっぱりさすがプロなんで、さじ加減が絶妙なんですよ。しっかり言葉も聞けるけれども、決して一本上司じゃないしやりすぎてないし、いい感じで、その逆にこう「When I meet the wizard」っていうことによって、このエルファムの子やっぱりねワクワクする感じが逆にちゃんと出てるんですよ。これやっぱりすごくさじ加減が大事で、これができてる。この下の音色もドシンとね出せるって、まあこのメッツァソプラノの方なんかな。そうですね、どっちかというとメゾですね。というかこのエルファバとかエルサとかをもともとオリジナルでされてる方ってイディナ・メンゼルさんっていう、この方もすごいレジェンド級の女優さんがいるんですけど、イディナ・メンゼルさん自身がメゾソプラノの星みたいな感じで、そうで、あの方はユダヤ系の白人の方ですけど、それと同じ役をアジア系の血の入ってる方がされるっていうことに、私はすごく大きなものを感じていて、すごく応援したい女優さんなんですよ。はい、そうですって。はい、で、ちょっと飛ばしてこの曲最後がね結構しんどいので、そこをねちょっと見ていきたいと思います。ここからね上がってきますね。ちょっと一回止めます。この歌い方聞くと、決して彼女音域的にはあんまり高くないっていうことがよくわかる。ミーのところがあんまり余裕がないというか、苦しくはないけどね。結構ね期待してた声量は出されてないよねという感じはしますわね。そうなんです。だから私は逆にそこにすごく可能性を感じるというか、やっぱりそれを補ってあまりある表現力があって、でそれをいかにその声量とかそこまで高音が出ないっていうのをどう技術でカバーしてるかっていうのをすごくね分かりやすく見せてくれる方だなっていうふうに思います。この続き見ていきます。はい。
すごいエルファバっぽいね。The Wizard! っていう感じ。ただしね、もうロングトーンはもうすごいね。っていうのが、うん私がご紹介したかった4人目、 4人目なんと日本人のうんハーフ、アリッサ・フォックスさんという方でございました。うんはい、アイ&ニッシーアワー。以上が本日のメニューそうですか。でございます。愛ちゃんとってはどの方が一番推しなんでしょうか。もうね、うん私的にはね、アンドレア・マカセットさんかアリッサ・フォックスさん、3番目4番目の方なんですよ。今の方かそうなんです一つ前の方そね。うなんです、そうなんです。やっぱお日本人ということもありますしね、うん決してめっちゃ恵まれたものを持ってるわけじゃないけど、そこを技術でカバーしてるっていうアリッサさんにはすごく応援したい、気持ちもありますし、アンドレアさんは先ほども言いましたようにやっぱりビジュアルの面でね、とってもキュートな方だと思うっていうところで、なんとなくね目が離せないなっていう意味での気になる。なるほど。愛ちゃんおすすめの4方っていうことね。ちなみにニッシーは、はい。どなたが気になりました一番最後の人が一番いいですよ。そうなんですね。どういうところがですか？だからやっぱり声が太いっていうところね。はい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 。声が太いもんだから、うんやっぱり説得力がある、迫力があるしね。うんそれでいてかなりの技術持ってはるでしょ。語れるでしょ。そう歌ってて語ってるなーっていうところでしょ。半端ない安定感とはいはいはい高揚感ね、こちらをワク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 させるようななんか起爆効果があるのね。やっぱり一番最後の方がダントツにいいかなとあそうですか私は思いましたね。あ、わかりました。そうですか。よかったです。意見が合いまして。あはそうですい、皆さんはどのように思われたでしょうか。この4人の中でね、どなたが一番気になったんでしょうか。うんもしよろしかったらコメント欄にお書きになってください。はい、お願いいたします。はい、もしね、好評であれば、またこういう感じの企画ね、そうですやってみたいなと思いますうんんで。ね、はい、どんなもんでしょうか。いというわけで、また次回も見てくださいね。はいお願いしますはい、愛でした。日誌でした。アイアイアンド日誌西でしでしたた。おやすみなさい。